大森和代のいつもつながっているよ。渡らせトーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はいね、皆さんもどんな1週間でしたか？はいあっという間にね、もう本当1週ですね間経ってしまうので、そうですね恐ろしいぐらいに時の流れを早く感じます。早いですね。ね、明日はいよいよ東京講演会。はい。ね、東京は最近スペシャルセミナーもちょっと東京の方はなくなりましたのでね。そうなんですね。この講演会のみと今年もなっていますので、はいぜひまた関東圏の皆さんも会いにいらしてください。はなんか寂しいですけどね。そうですね。まあその代わり盛岡、東北ははい盛岡が今年はね、はい講演会入ってますので、9月でしたね。 9月ですはいね。月曜日の祝日でしたよね。あ、そうです、そうです。敬老の日？はい敬老の日ですかね。敬老の日ですかね。はいはい。また川徳のお姉さん会いに行きますよ。本当ですね。おなじみの。おなじみのまた盛岡行けるから嬉しいなと思ってね。なかなか本当に、東や北方面がちょっと講演会が少ないので、そうですね。逆に南の方が増えてしまっててね。なんか寂しいんですけどね。東北の皆さんも9月絶対会いに来てね。本当ですね。唯一の東北ですから、盛岡でお会いしましょうね。この間宮崎、もうだいぶ前ですけど、宮崎行きました時にね、そういえばエレベーターに乗ったら、2月だったので、ソフトバンクのその前にはドラゴンズの方がキャンプできてたらしいんですけど、ソフトバンクの選手とか、コーチとかそういう方たちがおられて、でなんか与田剛さんっていう、元中日ドラゴンズの選手で、今は、ソフトバンクのピッチングコーチですかね、そういう方が一緒のエレベーターに乗っておられて、で私たち6人で乗ったんですね。で一緒にいた方たちが、その人「与田さんだ」とかって言ってて、そしたらなんか聞こえて、その方が「与田剛でございます」ってこう挨拶してくださって、そうなんですね。 NHK とかのあれですかね、解説、スポーツ解説とかもやってらっしゃるんですかね。すんごい逆三角形の体で、私もびっくりしちゃって、これ本当の方ですかって思わず、触りそうになって、それで喋ってて、で一人の子が岐阜から来たんですとかって言ったら、岐阜ですかって言ってね、やっぱり中日ドラゴンズのお膝元でもありますよね。そうですよね。岐阜なんですかって言って、じゃあとかってパンをね、食パンをね、焼きたてのこんなのを一つくれたんですよ。くださったんですよ。で箱を段ボール抱えて乗ってらっしゃったんで、なんだろうと思ったら、多分そこにこう焼きたて食パンがこう何斤も入ってたみたいで、で1個どうぞって言ってこんなのをね、くださって、友達が焼いてくれたんですって、多分宮崎にもお友達がいらっしゃるのかファンの方が焼いてくださって、でそれを持って今帰ってきたとこでとかって言って、そうなんですね。でくださったので、すごい湯気が出てるような熱々で、もうみんなで6人で分けて食べさせてもらいました。美味しかったんですけど、すごいいい方で気さくな方で。そうなんですね。大柄の方ですもんね。大きい方です。すごい逆三角形の、もうびっくりしました。あんな肩幅の人いるんだなって思って、すごいマッチョな方で、マッチョって言ったらあれですよね。で写真いいですかって言ったらいいですよって写真も撮ってくださって、写真も撮られたんですね。で写真も撮っていただいて、ありがとうございますとかって言って、で一緒にいた一人の方が、でもこの人も結構本とか出しちゃったりしててちょっと有名なんですよって私のことで、なんか言ってくださって。そしたら「あ、そうだったんですか、失礼しました」とかって言ってくださって「でいやそんな有名じゃないですよ」って言って「さよなら」って別れた後で、その6人中の3人が「今の人って誰?」って散々喋っときながら「すいません、私も今の人って誰?」って後から言っちゃった一人なんですけど、野球をご覧にならない方はあんまりご存じないかもしれないですけどね。なんかちょっとなんかね、わからなくて、すいません、だからいろんな人に会ってるのかもしれないですけど全くわからなくてね、オコエ選手とかもなんか中華とか食べてるところにいらっしゃったとか、そうなんですね。あと名前がわかんないので、和食食べてる時もなんかこう後ろに4人
野球選手がいらっしゃったんですけど、誰かわからない。宮崎ちょうどキャンプの時期でしたもんね。ねえ、本当にでもすごいいい方でした。そうだったんですね。素晴らしい方だなと思いました。気さくでね。はい、はい。そんな話なんでこんな話になっちゃったんでしょうかね。はい、パンをいただきました。ありがとうございます。でも宮崎は本当に街に出てもいい方多くて、はい、すごくこう気候が温暖でのんびりしてらっしゃるというか、ちょっと南国の雰囲気ですよね。宮崎は、やっぱりね、植物も南国っぽいですし、食べ物もね、夕食会もすごく盛り上がって、そうだったただんですね。寒い時期だったのでね、最後に冷や汁が出たので寒い時期にきゅうりとか入ったいろいろ入ったお魚の出汁の麦ご飯にその冷たい汁をジャッとかけて、猫まんまみたいにして食べるんですけど、冷や汁だったので寒って言いながらみんな食べてて、暑い時期に食べるともっと美味しかったですかね。郷土料理のお店だったのでね、はい、とてもみんなお食事美味しかったって言ってくださってね、すっごい盛り上がるって感じで、もうお酒が入りますので、総会はね、お酒はやっぱりこう神様のメッセージが、祈りもありましたので、総会はお酒ダメだったんですけれども、宮崎のそういう夕食会とかは結構みんな飲まれますので、もうね、酔っ払っちゃう方もいらっしゃいますしね。先生働きすぎとか働きすぎだとかってごめんなさいとかで、私シラフなので飲まないので、どうすんの体壊したらとかって言うからすいませんってひたすらお詫びって感じで、もう夜の食事会ならではですね。ならではなんですよ。もうバンバン叩かれるわって感じで、でもそれでみんながこう仲良くねなれて、とっても和気あいあいとしてて、いい感じで、今回お部屋も2つに分かれてたので、もうお部屋ごとにブレスレットを当たるっていう、景品でって言って、ずっともう2日間パワー入れたブレスレットをじゃんけんして、でも1個のお部屋は人数が多くて、もう1個のお部屋は人数少なかったので、そっちの方が当たる確率が多かった。そうですよね。でもなんか今回はね、この人当たるなっていう人に当たったのでびっくりしました。じゃあもうちょっと前に分かられたんですね、先生。1個の部屋は本当に91歳の女性と81歳の女性に当たったんですね。だからこれ神様からのプレゼントかなとか思ったり、頑張って来てくださったのでっていうねことで、でもその81歳の方は本当にちょっとパーキンソン病というご病気で、車椅子で最初にもう4年前かぐらいですかね、面談に来られたんですね。そうなんですね。でも歩けないって言ってらっしゃったんですけど、もう今はもうどこでも杖一本で、こんなにようなったわって言って面談の連鎖をして、その後こんなようなったわって言ってくださったりとか、宮崎の方とか結構九州の方って奇跡がたくさん起こってまして、宮崎の方もその当時中学校だった子も連鎖をさせていただいて、その子が難病って言われてたんですけれども、もうこの間は全くもう何ともなくって、数値ももう全然何ともなく、もう目薬さすぐらい時々治っちゃったって、病気も治っちゃったっていうことで、やっぱり霊査で五霊さんとか話したりとかすることで奇跡がねたくさんいただけてて、やっぱり九州の方とか、もう奇跡が多いっていうのは素直な方が多いんだろうなって私は思いました。そうなんですね。言われたことを即実行される、そういうことで奇跡がどんどん起こってるんだなと思いましたので、本当にこれからもどんどんまた神様にね奇跡を起こしていただけたらなって思います。では、今日はどのコーナーですか？芸能レポーター長谷子のコーナーですか？長谷子さんが小耳に挟んだ悩みネタということで、私のではないんですけども、そうですね。今日はある男性から実はご質問というか体験談をちょっとお聞きしたんですが、ちょっとお読みいたしますね。先生はよくすべてのことには意味があるとおっしゃいますが、その男性が20年ぶりに離婚をされた元奥さんに偶然レストランでお会いしたそうなんですね。
で結局声をかけずにその場を立ち去られたそうです。でなぜかというとお子様が両脇にいらっしゃったからだそうです。それはその奥様のお子様だっていうことですね。そうですね。離婚された後にできたお子さんだったから気を使われたってことですよね。そうですね。でその時はショックでもなかったし、悲しくはなかったけれど、20年の月がもうまるで昨日のように思えて、玉手箱を開けたような気持ちになりましたということだったんです。で先生意味があるとおっしゃるんですが、僕は意味がないと考えたいですというようなことをおっしゃってたんですがこのことについて先生いかがでしょうか。やっぱりこれは意味があるんですよ。はい、偶然ではなく今その方とまた会ったんではなくて会わさせられたということでもあります。ですからその方との間に何かまだ、解消しなくてはいけないことがあるということですね。だからといってその方とまた呼び出して会って解消しないかんことがあるんだわって言うとかそういうことではなくて、会ったその男性自身がその方との出会った頃から最後お別れになる頃からその間の中で何か考えなくてはいけないことがあると。反省とかそういうことではなくてその頃の自分の心と今の自分の心を比べられてあの頃には持ってたこういう感情が今はこういう感情を持てなくなってるとかそういう若い頃なのでねそれは感情も変わってくるんですけれどもあの頃はこんな気持ちを持ってたのに今はあの頃は夢を追ってたのに今は夢を追えなくなったとかいろんなねその頃の自分を思い出しなさいという意味もあって会わさせられているということですのでねその奥さんのことだけではないです。その頃の自分というものを一度振り返ってごらんなさいという意味で奥さんも使われたということでもありますのでその頃をね振り返ってみてください。いろいろいいですね。このコーナーも芸能レポーターゆみちゃんそうなんですよね。ゆみちゃん似合いますよねそういうの。私突撃で、結構詳しいですもんね。そのさっきの野球選手もご存知だったっておっしゃってましたしね。私はあんまりダメなんですよね芸能系はテレビ見ないので。先生前も芸能人の人に会ってると思うけど。会ってるんですよ。知らない間に会っててっていうことをおっしゃってましたもんね。そう清原さんとかもね、話題の清原さんですね。沖縄とかで会ったりとかね、とか周りに言われてやっと清原さんって分かったんですけどね。そうなんですね。私子供も一緒にいたんで、あの人清原だよとかって言って、そうなんだっていう感じで、きっと合ってるけど分からない。ゆみちゃんだったらすぐ分かるんですけどね。またこういったちょっとお悩みというか体験談がありましたら芸能レポーターゆみでいいと思います。それもたまには本当に芸能界のこととかでもいいので、ゆみちゃんいろいろ知ってるのでね。総会の時にマツコの部屋っていうのをやったんですけど、マツコさんのが冗談っぽく私の前世教えてとか言ってこられたんですけど、あれ本当のことなので、あれは本当のマツコ・デラックスさんの前世を言っちゃってます。私その場で受けちゃったので、馬に乗られて馬に乗っててちょっと悪いこと良くないことしてたとかマツコの部屋で言ってましたね。で女性だったっていう前世は。そうなんですね。あれはマツコさんのこと真実を言ってしまいました。本当のことでした。あれはマツコさんなんですか、それとも女装された方なんですかっていうのを私お客さんに聞かれました。それマツコさんの真実ですね。そうなんですね。そうなんです。女装された栗本さんではない。栗本さんは前世は男性でしたからね。そうなんですね。マツコさんは前世は女性として生まれておられますので、いろいろとね、これからもそういうネタをお願いします。先生ありがとうございました。ありがとうございました。レポーターゆみゆみちゃんですね。ありがとうございます。
もういよいよ次は福岡のランチ会を先にやって、今回はで次に講演会なんですよね。だからまたランチ会でね、皆さんにお会いできることを、また福岡の講演会、エルガーラ天神の方ですね。今回は会場が違いますのでね、間違えて九州ホール行くと全然違う講演会入ってっちゃう。逆の人いましたよ前。全然違う講演会と間違えて奇跡の講演会来ちゃった方がいらっしゃって、でなんかなんとか先生っていうのを見に来られてたみたいで、その先生がいつ出てくるかってずっと座ってたらしいんですけど、でいつ出てくるかねってスタッフの方に聞いて「いやその講演会じゃないです」って言われて、でなんか会場間違えちゃったみたいで、そうなんですね。そうならないようにぜひぜひ今回はエルガーラの会場ですのでね、天神の大丸さんの横ですね、デパート街みたいなとこですからね。そうなんですね。帰りにお買い物でもして帰られてください。福岡にまたお金を皆さん落としてあげてください。で講演会ねやると結構経済効果だって経済効果もあると思うんですよね。本当ですよね。何百人の方がいらっしゃるわけですもんね。そうなんですよ。盛岡なんかすごかったですから、嵐ほどじゃないですけど。はい、じゃあまた皆さん来週お会いしましょうね。See you next week. Bye. はい、皆さんこんにちは。朝じゃないですね。早くから並んでいただいたりして、本当に今日はサイン会、書店サイン会という久しぶりなんですけれども、こちらの丸善さんの方でまたこの新しいビルになって初めてこちらでサイン会させていただきます。とっても私も楽しみに来ました。今日はまた握手をさせていただき、パワーをいっぱいもらっていっていただきたいなと思います。こちら育児の本なんですけれども、育児ですけれども、皆さん自身にもお母様のお腹の中にいた時のことを思い出していただいたり、ご自身のトラウマを解かしていただくとか、そのようなことに少しこの5本からまた何か感じていただき、そういったことにも活用していただけたら嬉しく思います。